間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵です。今日は2026年6月登場の日産キックス。乗ればクラスで一番いいと予想できる。でも価格と装備にちょっとした落とし穴が見受けられて気になりました。どんな点をピックアップしていくかというとこんな感じ。価格装備、期待懸念感想、微妙にマニアックなパーツの話とか、ネットの反応に物を申す。そして北米での評判。なお、映像の多くは生成映像です。それではグレードと装備についていきます。グレードは全部で4つ。この価格とオプションの設定が分かりやすすぎるというか、歯がゆいというか、って思うポイントが見受けられます。一番下に来るのが X シンプルパッケージで、お値段が300万円。サイレンカで仕様はかなり割り切られていて、純正ナビの装着や視覚を補ってくれる安全装備の追加ができませんし、選べるボディカラーがね、グレー一色となっていました。その上に来るのが X。これが326万円。で、ナビはオプションで、必要な装備を足していくと、上の X プラスの価格を超えちゃいます。で、その X プラスが355万円で、これが実質的な標準グレードと考えられます。でもね、ここでちょっとね、気になる点を見つけちゃいました。斜め後ろとかの接近する車を検知してくれる安全装備であるブラインドスポットモニターとかリアクロストラフィックアラートが標準だとね、ついてないんです。で、最上級の G、これが390万円。装備充実だけではなくてタイヤ銘柄からも乗り味に質が高いことが予想されます。新車時装着タイヤでも後付けタイヤみたいに良いことばかり、そういう車が多いね。このタイヤ履いとけば間違いないでしょみたいなタイヤである SP スポーツマックスが採用されるそうです。Welcome to the future of Nissan. そしたらちょっと中心の X プラスについての補足。注意点が350万円でもめちゃくちゃ重要なブラインドスポットモニターとリアクロストラフィックアラートがオプションの点。本当このキックスのお値段考えたらね、あって当然でしょって思っちゃうのが普通です。これを親切な営業マンだったら、教えてくれるのかな。でも、そうね、オプションで30万円なんですけれども、これオプションで30万円ですっていうのは、もう絶対言いにくいですよね。でね、資格を補う安全装備っていうのが、例えば ABS とかと同じかそれ以上に重要で、人間を補ってくれるすごく重要な装備。資格っていうのは、どんなドライバーにも共通です。もうそこに上手い下手は関係ないです。ドライバーの腕をサポートしてくれる装備と、誰しもが同じに困る資格の問題。で、価格で言うと、ドラレコやデジタルインナーミラーとセットで、これがね、30万円のパッケージオプションでした。これだとね、安全装備だけ欲しい人にとっては、選択しづらいので、もう少し細かく選べるようにしてほしかったねっていうのが正直なところ。ただね、これをふざけんなって怒って終わりにしたら浅すぎます。実は車って、こうしたオプションでの割り切りがあるからこそ、車両本体の基本設計、それから人間のテストやフィードバック、目に見えない部分にお金をかけながら、スターティングプライスを安く抑えられるっていう恩恵がね、あります。それは日産車に乗ると、もうほんとね、もう乗ればどれでも伝わってくる。よく作られてるねって考えられてるねって思う車ばかりです。で、最上級の G で 4WD を選んだ場合、総額は430万円は超えてくる。で、ここまで行くと、車格が上のエクストレイルの 4WD が視野に入ってくるんでね。これについてはちょっと後で述べます。そしたら3番目。新型キックスの概要をちょっと述べようかなと。で、その前にちょっと気になるシミュレーション結果があるので、先に紹介させてください。今回のキックスには、ジャトコの新しい 5-in-1 という E アクセルが使われているそうです。これがギアの摩耗ロスを従来より 10% 減らしているそうなんですけれども、シミュレーションしてみると、実燃費で約 1.5 キロ良くなる。数値に直すと、リッターあたりにするとね、0.3 とか 0.4 キロ分。なので地味なんですけれども、なんだこれだけかよって言わないでくださいね。
こうした開発陣のこだわりの積み重ねで商品は進歩していくというわけです。でね、今回は骨格からガラッと変わって新しくなります。CMFB というプラットフォームになって、で、あと 4WD をね、こう、売りなんでしょうかね。それによるリアモーターの指示をしっかりした3点指示に強化しているというのがね、挙げられる改善ポイントです。で、ボディサイズも大きくなりました。全長は 4365mm、全幅は 1800mm、ホイールベースは2655。SUV らしくて、最低地上高も 213mm ありますから、ロードクリアランスを確保しています。パワートレインは第3世代の E パワー。効率アップだけではなくて、モーターのローターにスキューと呼ばれるねじれ構造を取り入れて、キーンっていうね、高周波の電気ノイズをスーッと消し去る工夫がされたそうです。今まで E パワーっていうと、電子ノイズが目立つっていうのがね、結構あちこちで言われてきて、自分も気になってきました。もう本当、聞こえる人には聞こえるっていうノイズなんですけれども、これがね、やっぱりライバルより多かった。少し前はね、トヨタなんかでもすごい目立っていたんですけれども、今だとね、ちょっと日産が目立つみたいな感じでしたから、ここは期待できます。エンジンは新開発の 1400cc で、HR14DD-E 型。多分ね、エンジン回転数を低く抑えても、より多く発電できるみたいなね、回転数を抑えられるというのか、そんな感じになります。で、発電に関するノイズが、あれこれ含めて、旧型比較でマイナス 4.5 デシベル。この数値はね、すごいね、大きな違いになります。それを意味します。で、カタログ燃費は 25.7 キロとなっていました。では、4つ目。期待、懸念、感想。スペックとかね、見たり、あと他の車から考えた時の自分の感想を述べます。まず、期待する部分で言うと、ノートやオーラの乗り味から推測して、この新型キックスの走る部分がね、クラスで一番いいんじゃないかと予測できます。もしノートと同じ方向性だったら上質なステアフィール。さらにオーラと同レベルだったら高い静粛性。ライバルとなるであろうヤリスクロスやベゼルより、多くのユーザーがいいねって言いたくなる味付けが想像できる。本当、現時点でね、キックス乗れたわけではないので、ライバルからの比較で述べています。ベゼルとの比較で言うと、良し悪しというかね、癖の有無という点で、キックスが評価されそうです。あと、FR っぽいステアフィールとかね。で、懸念点。これは誰でも思うことでしょうか。カタログ見て、300万円ならいいじゃない。意外と安いよねってね。自分すごく思ってね、ちょっとこれ、調べてみようかなって思ったきっかけはやっぱりこの300万円っていう価格。で、それで、ディーラーに行くとね、もうディーラーに行って、オプション足された見積書見て、もっとね、頭がクラクラしちゃうかもしれない。ふざけんなって自分怒っちゃうかもしれないぐらいのね、結構ね、上乗せが想像できる。本当車両の価格を下げてね、オプションで利益を回収して、メーカーもディーラーも、もうそれで収益確保みたいなモデルなんでしょうね。で、グレードで見ると、サイレンカグレードは、日産で最も安い SUV のスタート価格を抑えるための割り切りとして、理解できます。でも実質的にね、個人で乗るというよりは、ビジネスユースなどに割り切っているんじゃないかと。例えばそれがどんなものかというと、多く存在するディーラーそれぞれに台車は必要でしょうし、レンタカーで有料の台車か普通の台車かっていう選択肢もあるディーラーもあって、それだったらね、無料の普通のお店の台車を用意してくれるお店の方が、良いに決まっています。合わせてボディカラー一色のみの廉価グレードっていうのがね、他にあるかどうかってちょっと思いつかなかったので調べてみました。そしたらプロフォックスが白とシルバーの2色っていうのがありました。ただ、グレーというお色が選びやすいと思います。なんか新しい最近のっていうイメージですよね。
で、この辺ちょっとゴニョゴニョっとこう言わせていただきますと、基本設計とか人間による作り込み、デバッグがしっかりしているであろう車が300万円台前半で買えるとなったら、実はお買い得とも言えるかもしれない。だから商売のやり方自体はね、ちょっと気に入らないところありますけれども、車の組成そのものはすごく期待できるんじゃないかと思っています。で、次です。エクストレールとね、ちょっと価格の部分で比較をシミュレーションをしています。新型キックスの最上級グレード G の 4WD、E フォースというのを選ぶと、お値段は424万円。で、これがね、一つ上のクラスになるエクストレールの 4WD と被ってきます。これはね、ほんとどこのメーカーでもあることなので、適当に聞いてください。で、エクストレールは販売から少し時間が経っているので、値引きの枠が大きくなっていて、30万円レベルって話なんですよね。最近だったら結構いいと言える金額。で、もし数年の手乗り換えるといった使い方だったら、実質的な出費がエクストレールとトントン、もしくは逆転しちゃう可能性すら考えられる。1年間にいくら消費するのかっていうのをね、計算したら確実ですが、このあたりの損得感情って、した方が賢いけれども、しない方がいいかもしれないです。人生楽しめるかもしれない。で、6つ目。マニアックな話をちょっと挟みます。一瞬ね。さっき述べたジャトコの新しい 5E1 E アクスルですが、これがね、すごい凝った作りをしているそうです。普通は下部に溜まっているオイルの中に、ギアが浸かるんですけれども、そうするとギアが回るときにオイルをね、かき回して、オイルって粘度がありますから抵抗が生まれてしまう。で、そこでジャトコはギアを上部に配置して、必要なオイルだけを循環させる設計とのこと。10% ってすごく大きいですからね。オイルってそれだけ粘度が邪魔をするものなのかっていうのがね、ここから感じられる。で、もう一つが、アラウンドビューモニターに採用されたカメラが、ソニー製の高解像度 CMOS センサーとのこと。これがね、優秀かどうかっていうのはよくわからなくても、ソニー製のセンサーは世界一と言われている。なので夜間の駐車場とかね、暗い場所で、よく見えるカメラかもしれないし、あと最新のスマートフォンを見てるみたいに、くっきり超高精細で、しかも眩しくない映像を作ってくれるかもしれない。こういうデバイス見るとね、やっぱりソニーだねって、ソニーの技術すごいねってちょっとね、日本人として嬉しくなっちゃうところです。で、次。北米仕様のキックス、7番目のテーマいきます。で、海外ということでね、北米のキックス出します。アメリカで売られているキックスは、エンジンが2リッターの NA エンジン。おなじみの MR20DD 型。これに CVT の組み合わせです。で、面白いのがね、為替のねじれ。アメリカでの価格は23,000ドルからなので、1ドル100円の感覚だったら230万円。安くて羨ましいなって思いますけれども、今の為替レートだと340万円。そう考えると、e パワーを乗せて300万円からという日本の仕様は、日本の方がね、安いと感じられる珍しい例と言えます。ほんとね、アメリカって車が安いんですよね。じゃあ8番目。オッパマ工場の話をね、ちょっとこれ述べないわけにいかないので、ちょっと述べさせてください。現在ね、オッパマ工場をはじめとする製造業というのが、将来不透明な状況。それは九州工場への生産一本化が行われても変わらないでしょう。AI の知能を搭載したロボットの形をした AI が人間の代わりに作業をするという予測は、もうほんとね、日に日に前倒しされて、もうどんどんね、加速されて、もうほんのすぐ先というかもう現実になってきている。もちろんこれはね、自動車製造業に限ったことではなくて、あらゆる職種で一緒。自分が最近知ったのだと、ロボットが日本で手術をした事例、すでにね、30万件以上あるそうです。
で、日本にはね、確定された希望っていうのがね、ありました。それがね、年金バブル。多くのお金が配られて、よく言われるばらまき以上の経済効果を発揮してくれています。毎日お休みで YouTube 見てくれて、で、お給料もらってお買い物ができる人々。これがね、今日本にはいっぱいいるということです。つまりね、皆様が長生きすればするほど日本は安泰と言えるわけで、手元のシミュレーションによると、あと10年はこの年金バブルが続くだろうと考えられます。でね、これ考えていると、すごく気持ちが楽になりませんか？この10年間の間に、何とかして外貨を稼いで立て直しをできる時期が、絶対来るでしょうし、そもそも車好きにとってはね、今は純ガソリンモデルでも、ハイブリッドモデルでも、さらには EV でも、好きなものを選んで買える、めちゃくちゃいい時期。これもね、10年間は続くだろうと考えられます。自分もね、元気で楽しめる時、今こそ楽しんでいこうかなって考えて日々過ごしています。じゃあ、ここからは9番目、ネットの反応に物申すというコーナーいきます。一つ目は、オプションを足すと400万円オーバー、高すぎるという声について。これはね、もう本当におっしゃる通りで、高いといえば高いですよね。もうなんていうか、日産の一番安い SUV で、買うとなったら400万を超えちゃう。ディーラーで見積もり見て頭に来ないようにってね、心の準備をしてから行かなきゃいけない。でもその分ね、そのベースなら走りの蘇生は、しっかり300万円クラスでしょうね。多分ね。じゃあ2つ目のネットの反応。車幅が 1800mm に広がって取り回しが悪いんじゃないかと、そんな心配について。このボディサイズを大きくすることで車の安さをアピール、もしくは連想させるという手法は、メーカーが今までに作ってきた商品ピラミッドでからの、この定番と言われる手法。でもね、この大事なのはね、車の寸法ではなくて、運転席からの車両間隔の取りやすさ。これがね、重要だと思います。本当、座ってスッと感覚がつかめて、ハンドル切ればタイヤの位置感覚がつかめる。そういう車って、もうね、全然前長とか前幅というのが気にならなくてね、むしろ小さく感じられます。ダッシュパネルとか A ピラーの形状とか、あとナビパネルの位置とかね、それの光の反射とか、バンパー四隅の形状だってね、そういった部分がすごく重要。壁にギリギリまで寄れてそこまで使えるかどうかって考えたら分かりやすいと思います。じゃあ3つ目のコメントをいきますね。安全装備が抱き合わせオプションなのが気に入らないという意見。これ結構いっぱいありました。なので本気で買おうとしてる人はね、装備表を見ていらっしゃるんでしょうね。ということで、みんな知ってるんだったら自分もちょっとズバッと思うことをちょっと言わせていただこうかと。こういうのね、こういう商売に走りすぎると、最終的には信者ビジネスのようになっていくのが過去のビジネスから考えられます。自分も一応会社を経営してるので、こういうのはね、いつも考えてる。ごめんなさいね。ちょっと本音が出ちゃった。もちろんそういうね、そうしたメーカーこそしっかり生き残ってきていますから、悪いんではなくてね、もう成功法が、信者ビジネスって言える時代になってきている。でも極端に言うとね、例えば車で言うと、100台限定と言っておいて、99台しか生産しないという、有名メーカーの有名な話があります。で、なりふり構わず行くと、行き着くところはここかもしれない。で、今はね、AI を味方にしてるユーザーがもういっぱいいる。もうみんながね、お金払って AI を使ってる。なので、過去の商売の法則もう簡単に調べられるし、知ってるだろうと。このあたり気に入らないと言っても仕方ないんですけれども、でもね、日産が日本一をトヨタと争うように戻ってくれたらめちゃくちゃ嬉しいからね。そういう手法にしてほしい。方針にしてほしい。フィジカル AI をもういっぱい取り入れて、どこよりも高い生産性というのにね、期待しましょう。で、4つ目にね、多かったコメント。Google ビルトインナビって嫌とかどうなのよっていう声。
まあ、これね、ホンダの時も調べたりしてるんですけれども、Google ビルトインが好きって人の話はね、ほんと聞いたことない。ごめんなさい。いらっしゃったらごめんなさいね。まあ、これがね、もう簡単に言うとサブスク。デジタルとのサブスクというのは、まあ、お布施みたいなもの。指定期間を過ぎると使用料と通信料がかかる仕組みになっているのは、やっぱりね、日産も一緒です。で、スマホをディスプレイオーディオにつなげる方が、常に最新のスマホで快適に動く。で、そっちの方が、長く乗るにしてもね、メリットが多いんじゃないかと自分は思っています。で、これちょっと AI がね、調べてきて出所不明の情報なんですけれども、Google ビルトインが選択式のオプションという話がね、ちょっと出てきました。多分嘘っぱちなんでしょうけれどもね。もし本当に Google ビルトインが選択式のオプションだったら、もうそれはね、もう日産様最高ですって述べたくなります。で、5つ目。5つ目はかなりね、現実的に買うならどれよみたいな比較の話。ヤリスクロスやベゼルと比べてどれが買いですかっていう質問がありました。そうね。価格重視だったらヤリスクロスハイブリッド。もう一択。もうこれ一言で済みます。で、400万円出すんだったら自分はエクストレールが欲しいかなと。そして小さくても装備が良くて燃費いいのが欲しいとなればこそキックスかベゼル。ここは明確に選ぶ目的がある。それがキックスかベゼルですね。でとりあえずベゼルだったらもうマイナーチェンジ後がいいです。中古で前期買うと割高な上に乗り味も大きく違います。で、キックスで言うと癖のない乗り味を期待したいので、ノートと同じステアフィール、ノートと同じハンドルを回して戻ってくるフィーリングであったら、それはね、キックスが一押しとなります。すいません、ここはちょっとね、自分は乗ってから述べたいなと思っています。では最後10番目、北米での評判。最後に北米での評判について一瞬で述べます。現地での良い評価は$23,000で、350万ぐらいかな。これで 4WD が買えるスタイリッシュな SUV、素晴らしいっていう話です。あとは価格は安いけれども装備が豊富。こんな感じでね、価格と装備の部分が絶賛されていました。本当エントリークラスとしてターゲット層が価格と装備を重視する層というのは予想できますし、そこにぴったりなんでしょうね。一方で悪い評判、当然あります。こっちはね、2リッターのガソリンエンジンがもっさりとか、実燃費が10キロ程度しかいかないよっていう話とか、CVT の滑るような挙動、あとはロードノイズ。これはもうどんな車でも必ず言われるところですね。だから悪い評価とは言いにくい。で、このキックスに関して言うと、この 2000cc エンジンがね、MR20DD 型でしょうか。エンジンや CVT が古いといったところでして、日本には関係ないかなと。本当この北米での不満点っていうのが、日本仕様では綺麗に解決されていて、ハイブリッドで350万円。で、同じ価格で最新のパワートレになると。本当ね、これが為替の妙。もう日産は日本のユーザーを大事に考えてくれているんだろうと、締めたいと思います。こんな感じでね、新型キックスについて述べてきました。よろしければチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。